住宅に関しての特集なんですけれども、やはり今物価高ということもあって中古住宅を選択する方も増えているそうなんです。でそこで注目されるのがその中古住宅をより魅力的に変えるリノベーションです。ただ壁を取るだけではありません。もう驚きの間取りや工夫が詰まったお家を取材してきました。皆さんは今のご自宅マイホームに満足していますか？もっと便利に暮らしたい、もっと自分好みの部屋にしたい、そんな理想を叶えたお家にお邪魔します。古くなった建物を新築に近い状態に戻すのがリフォーム。一方でリノベーションは自分好みに改装して価値を高めることです。より大規模にドラマチックに変えるのがリノベーションなんです。並び方がお店のような、はい、見せる収納にしていただきました。リビングのど真ん中で今懸垂をされてます。ファッションに筋トレ、趣味を存分に楽しむマンションに壁の色が綺麗な青でおしゃれですね。ありがとうございます。私ここに住みたい。まるで海外のお家のようだったんです。お気に入りの飾りで埋め尽くした一戸建て。古い家が自分好みに生まれ変わります。驚きの今時リノベーション。まずはマンションのリノベーションです。築35年、こちらの古い部屋がどう変わったのでしょうか。こんにちは。はじめまして、STV の村雨と申します。お子さんもいらっしゃるんですね。可愛らしいですよね。ご協力いただいたのは1歳になったばかりの娘さんもいらっしゃる野原さんのお宅です。2年前にリノベーションをして暮らしています。失礼します。はい、おしゃれですよ。すごいな。いや、なんかまず印象としてとっても温かみがあって、壁紙も、一般的に白だと思うんですけど、多分グレー、天井もこれよくカフェとかね、お店とかでは見ますけど、コンクリートの打ちっぱなしですか？コンクリート調の壁紙にしていただきました。これはじゃあ貼ってるんですか？そうなんですよね。そういうのあるんだ。パッと見ただけではわかりませんよね。本当に打ちっぱなしかと思います。こういう壁紙があるんです。築35年のマンションのお部屋とは思えませんよね。リノベーションでどんなところにこだわってるんですか？洋服や靴が趣味でして、夫婦の趣味を共通の趣味をこだわって作っていただきました。趣味にこだわったという野原さんのリノベーション。続いては玄関を見せていただきました。もう並び方がスニーカーはスニーカー、革靴は革靴、もうお店のような、これいわゆる下駄箱みたいな。そうですね。見せる収納にしていただきました。じゃあこれも好みに合わせてお願いをしたものなんですか？普通にいっぱい持ってんな。なんですよね。お好きっていう時ありますよね。っていうのも一つポイントですね。ここに扉があるんです。この中見てもよろしいですか？どうぞ。よろしいですか？ありがとうございます。あれ？靴屋さんの後はお洋服屋さんです。ここから靴を脱いで上がるスペースなんですね。そうです。そっか、この土間から直接このお洋服が並んでいる、こちらウォークインクローゼットにつなげてもらいました。直接ここにつながってるんですね。しかもこのクローゼットのこれもまたなんかお店のような並び方で、お洋服お好きっておっしゃってましたもんね。そうなんですよね。夫婦の共通の趣味が洋服とか靴なので、こういうスペースも広く取っていただきました。じゃあお二人でなんか今日
何着るみたいな会話もここでするんですか？はい、そうですね。いや素敵ですね。普通はこう収納の中身って見せたくないんだけどね。そうなんです。あえて見せる、たくさんの靴と洋服を収納するために広いスペースを確保して、毎日のファッションを決める時もこれは盛り上がりますよね。これは毎日帰りたくなるわ家に。さらにこれクローゼットは寝室にもつながっていて、玄関と寝室の2つの方向から入ることができます。こうキッチンに立つとお部屋がこうわっと見渡せるっていうのもすごく素敵ですね。そうですね。ただ私ちょっとこう、見渡したからこそ、ほとんどのご家庭にはあるであろうものがないことに気がついたんです。福永さん、そしてテレビをご覧の皆さん、わかりますか？大事なあれがないんです。福永さんの家にもありますし、私の家にもあります。まさかこれはドサンコワイド的にはまずい展開じゃないですか。これは気になりますよね。やだもテレビ局の人間としては、は聞くのが怖いんですけど、テレビがないように思うんですが。そうなんですよね。うちにはちょっとテレビを置いてなくてですね。テレビないんですか？はい。そうなんですか？は撤収しよう撤収しよう。でももっとそ素敵なものれがこちらのプロジェクターでドサンコワイドの YouTube を見ています。これでおー、壁だからがこの白い壁だったんですね。そうなんです。確かにこれだったらもうお料理しながらでも見られるわけですもんね。そうですね。もう専用の壁紙とプロジェクターを使った大画面のホームシアター、これは実現できたのもリノベーションのおかげなんです。ドサンコワイド YouTube でも見ることできるんですねね。、そうなんです。見てくださってますよ。設計をお願いしたジョンソンホームズの上原さんに間取りの変化を伺いました。もともとはこういった間取りになってまして、3つお部屋があったんですが、寝室2つと和室もあったんですね。はい、この辺りのお部屋の形を全部変えてですね、LDK を広く取れるような形に変えています。それによってキッチンの位置も変えて全体を見渡せるようにしたりですとか、あとはプロジェクターが大きく映せるような壁を作ったっていうのがポイントかなと思います。一軒家でなくてマンションでも、こういったガラッと変えるっていうことできるんですかね。そうなんです。全部壁を壊して水回りも壊してやり直すって形になりますので、意外と自由度はすごく高いです。そしてこれも驚いたんです。リビングの真ん中にあるこちらの黒いバー、一体何のためかというと、ご主人が懸垂をするための懸垂バーも取り付けていたんです。僕もこれ欲しかった。理想ですよこれね。生活してみていかがですか？自分たちの好きな間取りで、あと何よりもファッションが好きなので、服をたくさんかけられていることがとても嬉しいです。笑っちゃうぐらい、完璧だっていうことですよね。年代や家族構成によって変わる理想の家。ここからは4、50代のご夫婦2人暮らしに向けたリノベーションの具体例をご紹介します。こちらはリノベーション会社リノベスが提案するモデルルームで実際に見学することができます。左が工事する前、そして右がリノベーションした後の間取りです。キッチンの位置を移動したり、壁を壊して玄関を広くするなど、築28年のマンションのお部屋が新しく生まれ変わりました。デザイナーの宮島さんにポイントを伺いました。家事の動線っていうこの使い勝手のところと、あと過ごしやすさ、暮らしやすさっていうその両立っていうのを普段意識はしてますね。キーワードは動線と暮らしやすさです。例えば玄関だと、真ん中に腰ぐらいの高さの、壁を作ることによってお客様の動線と、自分たちのこの動線とで、そうやって2つに分けて、そうすることによってよりちょっとゆとりっていうのを意識して、デザインさせていただいております。使い方によって例えば鍵を置いたりとか、ベンチで脱ぎはぎしたりとかで、ちょっとミラーつけたりとかでコートかけたりとか、そういう使い勝手のところと、あと見え方、ゆとりの面と2つの側面があるんじゃないかなとは思います。そしてこちらは洗濯などの家事をするスペースです。
40代50代の方になってくると健康面っていう側面も重視される方がやっぱりいらっしゃいます。実際に言うと、こういう、洗濯機と乾燥機を兼ねた、ものをもうビルトインで今回の場合で言うと作ってしまって、そのまま造作でこちらに、脱いだものをそのまま入れるカゴを入れて、で要は乾いたものをこのまま畳めるような形に、設定しています。実際に言うとカウンターの高さを、だいたい90センチほどにしてるんですけど、そういう立った時に腰を曲げずに、使えるように工夫してます。細かいけど大事なことですよもねと。もとあるところって結構高さ合わないんですよ、腰のそうなんですよ男からすると。キッチンとリビングの間にあえてガラスの仕切りをつけて開放感を残しながら料理に集中しやすい空間にもしています。ストレスがなくゆったりと暮らしたい、そんな要望に応えてくれるのがリノベーションなんです。続いては一戸建てのリノベーションの事例を見せていただけるということです。楽しみですね。扉も素敵です。こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。もう素敵なお家を見せていただけるということで楽しみにしてまいりました。お邪魔したのは深澤さんのお宅です。今年中学生になるお子さんがいる3人家族です。雑誌の表紙みたいな。素敵ですよね。築40年の一戸建て物件を見つけて3年前にリノベーション。間取りはほとんど変えていませんが、内装に相当こだわっています。今回は特にお気に入りの1階を見せていただきました。どう変わっているんでしょうか。失礼します。もうまずこの照明を含めて木の優しい感じが広がってますし、北欧です。見てください。壁の色が綺麗な青ですね。しかも一面ですね。おしゃれですね。ありがとうございます。これはやっぱりもうイメージしたのは、はい、ちょっと北欧のインテリアをちょっと真似してというか、憧れてて、ちょっとこういう青いクロスにしたいなと思ってやりました。もうお家の中で北欧の風が吹いてますもん。行ったことないんですけど。でもなんかこう飾ってある絵なども、青だからこそ映えますね。そうですね。なんかこの結構大きい面積の壁だったので、もともとちょっといろんな絵とかを飾りたいなっていうのも考えて青にもしました。これはちょっと子供が描いた絵なんですけど、鳥の絵とか。お子さんの絵なんですか。そうです。上手。なんかもう芸術作品みたいじゃん。ねえ、そうなんですよ。白かった壁を美しい青に改装。で、深澤さん実際に北欧の国アイスランドを旅したことがあるそうで、その時に見た雰囲気を家の中で再現しました。キッチンにもこだわっています。お、私キッチンはとにかく物を隠したいと思って生活してるんですけど、ここって例えばこういうところも含めて、扉がついてないんですね。そうですね。この扉がないなんかクロムクっていうシリーズのキッチンを選びました。このクロムクはキッチン設備の名前で、黒い鉄のフレームと木の棚でデザインされたものです。扉がないので整理整頓する癖がつくのもいいところなんだそうです。やっぱりキッチンって毎日長い時間いる場所ですから、深澤さんにとっても大切な場所です。デザインがやっぱりすごいまず好きでしたね。あとなんかちょっとカフェっぽい感じも出せるなっていうので、扉に隠しちゃうと何でも詰め込んでぐちゃぐちゃになったりとか、多分ひどいことになるんだろうなっていうのもあったので、奥で眠っているものうちにはたくさんありますもん。なんか扉閉めちゃえば何でも入れれるっていうのもあるので、それもなんか込めて綺麗に整えながらで、こう見せながら楽しめたらいいなっていう。やっぱリノベーションって自分がやりたいことをこうやれるのが一番大きいと思うので、例えば建て売りとかだったらもうあるものでしかないじゃないですか。そこのやっぱ選択肢があるのはいいなと思います。そして深澤さんのもう一つのお気に入りポイントがキッチンの正面
リビング奥にあるこちらのスペースです。お家の中なのに外のような日差しもあるからなのか。なんかインナーテラスっていう家の中だけどちょっとテラスっぽいこう空間にしたいなっていうので、ちょっと外の庭とかがあんまりスペースがなかったので、でもちょっとこう部屋の中で違う空間を作りたいなっていうのがあって、で床もちょっとこう材質を変えてこう違う空間にするような。木とちょっとそうですね。コンクリートとはまた違いますもんね。でもコンクリートっぽい、その床の材を使った感じですね。あえて区切ることで、なんかこう違うスペースにするっていう方法もあるんですね。そしてこれです。この場所にはハンモックも吊るす柱もこのために設置しました。普通の家じゃないものをちょっとつけたいみたいな。いや確かに普通の家にはもちろんうちもないですし、ちゃんと天井から吊るすような形で、座っていただいてもよろしいですか？いいんですか？普段のこれ結構こう好きな感じにこう座れるんですけど、普段は子供がここで座ったりとかして、お子さんがすごい座り心地がいいと思います。失礼します。家の中ですよ。家の中でハンモック、わあ、もうすでに心地いい。足伸ばされて伸ばしてもいいです。はい、全部布を出していただくと、で後ろもちょっと伸びるので頭とかに合わせて、そういう感じでリラックスできます。私ここに住みたいです。いいですよね。住み着いてもいいですか？遊びに来てください。リノベーションして満足度は100で言ったらどのぐらいですか？100ですかね。もう満点ですよね。そうですよね。北欧をイメージした青い壁とインテリア、リノベーションが好きなものに囲まれて暮らす夢を叶えてくれました。羨ましいポイントたくさんありましたよね。だからやっぱり自分の住んでる家皆さん気に入ってるとは思うんですけど、じゃあ100点満点つけられるかっていうと、やっぱりそれは自分好みにこうやって変えたからこそのお気に入り度ってことになるんでしょうね。まさに例えば棚一つとっても、もう本当に1センチ単位で皆さんこだわっていて、自分の身長だったり持ってる洋服に合わせて、でハンモックもお子さんの要望なんですって。なので家族みんなのいくつもの要望に応えてくれるのがこのリノベーションなんだなと実感しました。いや懸垂の棒だけでもつけたいなと思いますけどね。毎日できますよ。あと参考ワイドはぜひテレビで生で見ていただけると今日ご実家で見てくださってるとおっしゃってました。全然それ余計な話でしたけどね。本当に素敵な自分好みに変えていくって、そういう楽しみもありますよね。ご協力いただきありがとうごありがとうございましざいました。た。